はい、熊野です。私ね、ハイエースの200系のね、2型に乗ってます。で、ガソリン車なんですけど、私ね、YouTube でこのね、自分の乗ってるハイエースの動画を上げると、ハイエースのガソリン車なんですかとか、なんでそんなものを買ったんだとかね、結構ね、厳しいコメントをもらうことがあります。やっぱハイエースはディーゼルだよねみたいなことを、プライベートでもね、言われることが結構あるんですよ。まあそれはね、そうなのかなと思うんですけど、みんななんでそんなこと言うかっていうと、ガソリンのハイエースは遅いっていうね、イメージがついてるんですよ。もうこれはね、しょうがないことなんですけど、今回なんでこういうハイエースディーゼル論争が起こってるかっていうのと、あとね、じゃあ200系以外に100系の頃はどうだったのかとか、そういうことを全てまとめて、ハイエースのガソリン車が遅いとね、思われる理由みたいな動画を作ってみました。で、まあ皆さんいろんなハイエースがあると思うんですけど、多分私はね、200系のハイエースの2型っていうもの、一応前期って言われてるものに乗ってるんですけど、この時の私のね、この車のエンジンは 1TRFE っていうエンジンで、普通のね、平均的なね、そんなに速くもないし、普通のね、ガソリンエンジンになってます。一応 VVTi っていうものがついてて、別に乗っててね、あんま不満はないんですよ。で、私ね、一応ハイエース仕事でいろいろ乗ったりとかプライベートで乗って計8年ぐらいハイエース200系とか100系とか乗ってるんですけど、でも多分ね、ハイエースイコールガソリン車が遅いって考えてる方の考え方が多分ね、100系の時代で止まってるんじゃないのかなと私は思うんですよ。で、200系ハイエース、100系ハイエース、実は200系ハイエースの全部のモデルと、あと100系ハイエースの後期の最新モデルっていうのは 1TRFE っていうエンジンがついてます。これはね、一応ミッションが変わったりとか、ちょっとね、エンジンのね、排ガス規制とかで少し仕様が変わるんですけど、ずっとほぼほぼ変わってないロングセラーエンジンになります。でも100系のね、エンジンっていうのはね、いろいろあるんですよ。で、そのね、一番ね、100系ハイエースの中で遅いと言われてるエンジンがあって、それが何かっていうと、1RZ っていうね、エンジンなんですよ。これ100系の中期とかね、前期とかに出たエンジンで、このエンジンはね、何がやばいかっていうと、普通のガソリンエンジンよりも、そのパワーが全然馬力がないエンジンで、それプラス、当時ってね、4速 AT なんですよね。4速 AT でも出始めのエンジンで、一応この当時のハイエースっていうのは高速を乗らないようなね、低速トルクが十分なそういうミッションとエンジンの特性に振って販売してました。だから本当にね、このね、1RZE っていうエンジンのハイエースに私車用車で乗ってたんですけど、本当に大丈夫かぐらいの感じの遅さなんですよ。もうどんだけやばいかっていうと、高速で出張行くのがだるくなるぐらいの、そんな感じで、多分ね、300キロとか400キロしか荷物積んでないけど、大丈夫か、軽自動車に抜かされるぐらいの感じの、感覚でした。で、あとこの頃の100系ハイエースっていうのは、200系ハイエースと違って足回りがね、本当に簡素的なもので、80キロとか70キロで走ってるとハンドルがね、触れ始めるとかそんな感じの時代のエンジンで、これさすがに高速乗るのはちょっと厳しいなっていう感じのエンジンになってました。で、ちょっとこれ私ね、これ自分で、パワーウェイトですよっていうこういうスピードとか加速のね、速さの計算式みたいなのがあって、これでまとめてみた結果、やっぱね、一番ハイエースのガソリン車で速いエンジンは N1TR なんですよ。ハイエースの 1TR が来て、で、その次にね、1RZE とかが来ます。100系ハイエースって200系ハイエースよりも200キロぐらい車重軽いんですよ。だからね、200系ハイエースと100系ハイエースの 1TR のエンジン比べてみると、100系ハイエースの方が速くなるっていう、そういうね、理屈になります。これはね、私ね、100系ハイエースの 1TR にも乗ってたことがあって、これは本当に速かったです。AT でも全然ね、高速楽に走れるぐらい、速くていいエンジンだったんですけど、一応100系ハイエースっていうのはあんまボディ剛性がないから風吹いたりとか、100系ハイエースっていうのは200系ハイエースよりも快適性もないし、あとボディ剛性もあんまないんで、やっぱね、長距離疲れたりとか、あとね、一応風に弱いとかそういうものはね、あります。
で、200系ハイエースなんですけど、200系ハイエースも実は1型から3型までです。それ以降でミッションが変わるんですよ。で、1型から3型、4型の中盤ぐらいまではミッションが4速 AT なんですけど、それ以降はね、6速 AT になるんですよ。6速 AT のハイエースもね、仕事で乗ることがあって、本当にこれはね、早いです。本当にやっぱね、ミッション4速から6速になるだけでも全然快適性は変わって、本当にね、高速楽に走れたりとか、普通の下道でも体感、やっぱね、最近のハイエース早いなと思います。で、結構そんな感じでハイエースっていうのは知らない間にいろいろ変わってるんですよ。でも私たちって結構車用車でハイエース乗ったりすることあるんで、やっぱ自分の乗る車用車のエンジンとか普通に見ないじゃないですか。その車検証見て。だからそういうのがあって、やっぱね、100系のね、時代のこの 1RZ のハイエースのね、ガソリン車が遅かったっていうね、記憶がみんな脳に刷り込まれてて、やっぱ200系でも遅いだろうって思ってね、多分コメントとかね、レビューとかする方が結構多いんじゃないのかなっていうのは個人的に思いました。で、ハイエースって多分ね、100系ハイエースの時代から 1TR っていうね、エンジンが出てるんですけど、それが普通に問題があるエンジンだったら、多分200系ハイエースにも搭載されてないんですよ。っていうことで多分 1TR って多分20年とか25年以上販売製造してるエンジンなんですけど、やっぱね、そこまで長く続くエンジンっていうことは耐久性とかね、走行性能にすごいね、寄せて作ったすごいエンジンだって私は思うんですよ。だってこれちょっと最後にディーゼルディスるんですけどディーゼルのね、ハイエースのエンジンって本当にね、排ガス規制とか輸出規制、貿易関係とかいろんな問題があるんですけど、ちょこちょこ変わりすぎなんですよ。で、いろんなね、同じエンジンでもなんか年式によってつくパーツとかいろんな細かいところが本当に変わっちゃう。だから個人的に私は自分で一応ハイエース整備してるんで 1TR のガソリンエンジンしか探す予定はなかったんですよっていう感じで、自分でいじったりとかね、部品探すのめんどくさいよっていう人は本当にね、200系ハイエース買うならば 1TR が一番いいかなと思います。で、燃費を求めるんであれば普通に200系ハイエースの 1TR の、もう今はね、新車でなくなっちゃったんですけど、5速 MT っていうのがあって、これがね、マジで燃費がね、普通にガソリン車でも高速13とか14出るんで、そういうちょっとね、面白いハイエースを買って維持するっていうのもいいんじゃねえのかなって私は個人的に思います。そんな感じで今回終わりにします。バイバーイ。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは DIY を中心に車、バイク、ガジェットの動画を投稿してます。コメントも募集中です。また次の動画でお会いしましょう。